皆さん、こんにちは。ですね、セッションの方、これから開始したいと思います。アップモダナイゼーション for.net。こんなタイトルでセッションをこれからさせていただきます。はい。でこのセッションではですね、ドットネットアプリケーションをどのようにモダナイズしているかというところを中心にお話しますけど、マイグレーションであったりですね、Azure のアーキテクチャの話もそんなに出てきますので、ぜひですね、皆さん、楽しんでください。で、最初にですね、自己紹介、まずアジェンダですね。アジェンダは大きく3つあります。まず、モダナイゼーションとマイグレーション。次に、クラウド化の戦略ですね。そして、本編の中心になるアプリケーションプラットフォームですね。この3つの話を中心に、今回お話をしていきます。では、ちょっとですね、最初に自己紹介の方をさせていただきます。まず私ですね、小島と申します。オルターブースという会社をやってます。今はですね、マイクロソフトリージョナルディレクターとしてですね、クラウドの技術の啓蒙をしております。で、本セッションはですね、私ともう一人、登壇者がいまして、共同登壇になります。はい。私、松村と申します。小島と同じですね、オルターブースに所属しております。私はマイクロソフト MVP で、主に開発系のカテゴリーで活動しています。よろしくお願いします。はい。ではですね、早速、本編の方行こうと思います。モダナイゼーションとマイグレーション。ここからちょっと話をしていこうと思います。まずですね、モダナイゼーションをやるっていう時に、まず我々は何をするか、何を目的としなくちゃいけないのかなんですけど、やはりこれ、課題を解決するっていうことなんです。単純にかっこいいからやるとか、クラウド今やりたいからやるとか、そういうことじゃなくて、解決をする。課題を解決するっていうのは非常に大事な部分なんですね。で、よくこのモダナイゼーションとマイグレーションっていうのは、同じように語られる部分があるんですけど、実は若干違います。若干違うというのは、これ私の認識とだいぶ違います。はい。で、例えば、マイグレーションとの違いって何かっていうと、このモダナイゼーションは移設は必ずしも必要ではないということですね。オンプレゾンシステムはクラウド上に移行されるべきなんですけど、モダナイゼーションとマイグレーションは連携して行う必要があるんですよ。なんで、バラバラというか、これ別で考えた方がいいとは思ってます。とは言いながらも何度も言いますけど、クラウド化しないと話にならないんで、そのクラウド化を前提としてモダナイゼーションするんであれば、マイグレーションも発生するんだと。で、下にはですね、これ、クラウドネイティブ化するこの動きなんですけど、このフェーズをですね、ちょっと僕なりに書いてみました。まず課題の顕在化がされると。これは課題がもうすでにある、分かってる、明確に分かってる状態じゃないっていうことですね。課題がもうこう上がってくる、その状態。何なのか分かってない、まだ。そこで解決提案をするんですよ。これはいわゆるアセスメントとかっていう人もいますけど、解決提案をする。その解決提案に対して実際に行動する、アクションをする。これが課題の克服ですね。アクションして新しい環境に入っていく。これがクラウドです。そして継続的改善する。この流れの中でモダナイゼーションとマイグレーションというのは、双方とも行われていくべきだと思っているんですけど、この流れの中で課題を解決する手段としてモダナイゼーションとマイグレーションがあるんだということですね。で、クラウド化の主導、同期主導ですね。同期主導の戦略方針ってやっぱ作んないと、クラウドを使うというところに至らない人も結構いるんですよ。これはモダナイズも同じなんですね。それをどうするかっていう、どうしたいかっていう動機づけがすごい大事で、その動機づけをしっかりと、まず定義しましょうと。で、これはですね、2つ大まかにあるんだと思うんですね。まずはマイグレーション、モダナイゼーションのような、既存、もうすでにあるんだという仕組み。もう仕組みがあって、それを何とかしなくちゃいけない。っていうパターンの動機付けと、これイノベーションって書いてありますけど、新しく何かを生み出すんだという動機付けです。これ、実は同じように見えて違うわけですよね。なんで、クラウドの作り方もこの2つって全然違うんです、はっきり言って。違うんですけど、今日はこのマイグレーション、モダナイゼーションの方の動機付けが中心になる話だとは思います。これはすでに既存システムがあって、そのシステムに対してどう近代化していくか、どうクラウドにマッチさせていくかっていう話なんですね。そのための動機付けっていうのを明確にしましょう。で、その動機付けが明確になったら実際にモダナイズをやるってことなんですけど、モダナイズの基本設計っていうのがあって、大きくこの3つなんです。まずはステップ1として、既存システムの評価をします。これアセスメント
ってよく言うんですけど、アセスメントはですね、実はそこまで僕は重要ではないとは思ってるんですね。なぜかというと、そこではまだ実行していない。計画の計画段階なんです。計画の計画段階なんで、ここを中心にビジネスを設計してしまうと、全然先に進まないって状態になっちゃう。だから、あくまでもこれは、既存システムの評価っていうのは、クラウドを移行するということに対しての材料だっていうことです。次にステップにクラウドへ移行する。これは実際に移行するという作業です。実はこれはすごく難しい。実はというか難しいですよね。そこで僕は次にもまたご説明しますけど、5R とか 5R とかって言われている、プランニングをしながら設計していくんですね。で、最後ステップ3はリソースの最適化数。これはクラウド上でこのビジネスがどう展開されるかっていうのを継続的に改善できるように常に監視をしたり、それを、なんていうんですかね、改善したり、そんな仕組みを作っていくっていうのがこの3つ。なんで、この1、2、3においてモダライズっていうのは仕組みとしてツールを提供したり、自分たちで行動したりってことをやっていきます。で、この自分たちで行動したり、仕組みを作っていくっていうところに対して、闇込みじゃあ何からやればいいのって分かんない人結構多いと思うんですよね。例えばそういうところに、コンサルティングを導入したり、結構ですね、そういう技術力に長けた会社に入っていただいてやるっていうのも一つの例なんですけど、もう一つのやり方として、クラウドアダプションフレームワークっていう考え方があります。クラウドアダプションフレームワーク、これ略して CAF って僕は言ってるんですけど、これ何かっていうと、まあ、クラウドを導入するための、いわゆるガイダンスなんですよ。で、フレームワークって書いてあるんで、そのフレームワーク通りやればうまくいくんでしょうという人もいるんですけど、ちょっとそこはちょっと違くて、あくまでもガイダンスだと思ってください。で、この CAF ですね。CAF っていうのは大きくこう6つのフェーズに分かれてるんですよ。戦略、計画、準備完了って書いてます。レディーってやつですね、これ。そして移行。下にはガバナンスと管理っていうのが入ってますよね。この6つのフェーズに分かれて、ものを進めていくんですけど、これらをですね、進めるためには、組織であったり、自分たちが持ってるそのスキル、技術、そしてチームっていうのを改善していかないとなかなかこれ全部きれいに進まないんですよね。そこで出てきたのが、この上に書いてあるクラウドセンターオブエクセレンスっていう考え方なんです。これは CCOE って言いますね。で、この CAF で最も重要なことは CCOE って言われてるんですけど、今日のテーマでは CCOE ないです。今日のテーマは CCOE じゃなくて、アップモダナイゼーションなんで、そこまで強くは言わないんですけど、この CCOE っていうのがまずあって、CAF が動いていって、その CAF の中の1プロセスとしてモダナイゼーションであったり、マイグレーションというのが入っているんだっていうことですね。なんで、CCOE っていうのはレガシー資産をモダナイズするために必要になると言われております。さあ、ここからはですね、クラウド化の戦略の話をします。ちょっとね、さっき僕言い忘れたんですけど、これ僕ね、オルタブースという会社、そして僕自身は福岡に住んでいて、今もこれ福岡から皆さんにお届けしてるんですよね。リモートなんでどこからでもお届けできると思うんですけど、随所にですね、福岡のこの写真を散りばめてありますんで、あ、これ福岡のあれだと思ったらですね、こうぜひツイッターの中で書いていただけると面白いかなと思いますね。まあ、これは福岡のですね、有名な屋台ですね。はい。まあ、話がそれましたけど、戦略ですね。クラウド化の戦略。で、戦略の中心となるのは、この 5R、5R というやつなんですね。で、この 5R っていうやつで、クラウド設計の基盤を策定しましょうと。で、5R は、これ、何かというと、モダナイズとかマイグレーションにおける基本的な設計思想なんですね。で、対象となるシステムやワークロードをどのようにクラウドに展開するかをこれで検討していく。で、5R、まあ、R っていうのは単純に頭文字ですね。リホスト、リファクター、リアクティブ、リビルド、リプレイス。なんかこんな言葉はね、聞いた人結構いると思うんですよ。ね。こういうキーワード結構聞いたこといると思うんですけど、自分たちの仕組みがどれが一番最適かっていうのをここで検討していくんですね。最適化っていうのは、どれが一番課題解決の最短距離を走れるかっていう意図です。どれが一番最短距離を走れるかということで、この5つからしていくんですね。で、この 5R どれにしていいかやっぱ分かんないよっていう人も結構いるわけですよ。まあ、当然ですよね。で、そういう時はですね、ちょっと僕、5R の動機づけの分類みたいなのを作ってみました。ビジネス要件とシステム要件とコスト要件があって、それぞれの要件のもとに 5R が
こう検討されていくんですよね。例えばリホスト。リホストの検討事項としてビジネス要件は固定資産の削減だったり、システム要件として既存構成の変更を極力避けるとか、コスト要件としては追加開発コストはない。要はコストがない中で圧縮しなくちゃいけないとか。そういう要件が入っていくと、両ホストがいいよねって話になったりします。で、こういうふうに、これはちょっと僕が考えたものですけど、組織によってこれって変わってくる可能性もあるんですよ。可能性もあるんで、この 5R の動機づけの分類っていうのも最初に作るといいと思います。もちろんこれを参考にしてやるのもいいと思うんですけど、今日はこのリホスト、リファクター、リアーキテクト、リビルド、リプレイスっていう 5R の中で、どちらかというとこのリアーキテクトっていう話を中心にしていくと思います。さあ、今日はドットネットのモダナイズの話なんで、ドットネットのモダナイズの話をしていきましょう。ドットネットのモダナイズにおける、ドットネットにおけるモダナイズですね、最初に注意するべきことってやつですね。ドットネットなんで、Windows サーバー。これキーワード絶対出てきますよね。Windows サーバー上でドットネットの Web アプリケーションを稼働させている場合ですね、モダナイズするっていう時には、一番注意しなくちゃいけないのは IIS ですよ。そんなの知ってるよって人ほとんどだと思うんですけど、再度言ってきます。IIS なんです。なんで IIS かっていうとですね、Windows サーバーの OS のバージョンと IIS ってのは非常に密接に関係性があるんですよね。ですから、OS をバージョンアップするっていうことは、すなわち IIS のバージョンが上がるってことなんですよ。IIS のバージョンが上がるってことはどうなるかというと、ドットネットのアーキテクチャ変わってくるってことなんですよね。ですから、モダナイズするってことは、どの OS にするのか非常に大事なポイントなんですよ。で、注意しなくちゃいけないのっていうのは IIS6.0 以前の話ですよね。そういうやつはワーカープロセスの分離管理だったり、パイプラインだったり、64ビット、32ビット、そのアーキテクチャの違いとか、運用管理サービスのクラウド化なんていうのは非常に注意しなくちゃいけないし、考慮しなくちゃいけないポイントではあります。で、例えばですね、今日はリアーキテクトの話が結構中心だと言いましたけど、例えばリホストを中心としたシナリオの場合はどうなのかっていうとですね、こんな感じ。代表的なモダナイズのシナリオっていうのは、Windows 2008ですね。2020年1月に EOS になりましたよね。Windows サーバー2008、2008R2。これをマイグレーションしたいっていうのは意外と動機付けとしては弱いんですよ。そうじゃなくて、中のアプリケーション、ビジネスがもう古い、それを刷新しなくちゃいけない、近代化しなくちゃいけないので、アプリケーションをどうにかしなくちゃいけない。そういう動機づけの中で、Windows Server 2019どうしようかってなったりするわけですよね。その時に、リホストというプランを組むんだったら、Windows Server 2019というサーバーを Azure 仮想マシンで立てて、ドットネットアプリケーションを移行させる。これリフト&シフトって言いますよね。移行させるんですけど、やはりその時に大事なのは IIS であったり、ドットネットのアプリケーションの内部の設計なんですね。で、ここら辺は最小限のリスクで構成するべきではあるんですけど、そうでなくて、今の既存のアプリケーションをそのまま移すっていうパターンもあるんです。当然それを最初に検討される方も多いと思うんですね。その場合は、モダナイゼーションっていうのもどちらかというと、マイグレーションなんですよね。課題が取り残されてしまう可能性が多いんですよ。ですから、今度は松村さんには私バトンタッチしますけど、松村さんからは、そのアプリケーションをどのようにモダナイズしていくかって話をここからしていってもらいますね。じゃあ松村さん、引き続きよろしくお願いします。ちょっとスライドを切り替えます。ですかね。ここからはですね、そのアプリケーションのモダナイズをしていくために、どういった戦略ですね、プラットフォームのどういった移行をしていくと良いかというところについて話していきたいと思います。でここでやはり本日のテーマとして、ドットネットというところなので、まずそのフレームワークがどうやって移行するか、どのように移行していくかというところを考えていく必要があります。本セッションにご参加されている皆さん、タイトルにもドットネットとあるので、日頃からドットネットをですね、業務なり、開発なりで使われている方も多いかなと思います。でここで改めておさらいではありますけど、このドットネットと言われるものには、2つのフレームワークが現状存在します。
一つは .NET フレームワークですね。これがもう以前からずっと歴史である、提供されているフレームワークですね。で、現状のアクティブなバージョンとしては 3.5SP1 だったり 4.6、4.7、4.8というバージョンが今使用することができます。ただし、この .NET フレームワークは、もうこの 4.8 のバージョンを最後に、これ以上ですね、メジャーのアップデートなどは行われないという発表も出ておりますので、やはりこの .NET フレームワークをずっと使い続けていくというのは、やはりだんだんと難しくなってくると思います。そこで、やはり今の新しい方のフレームワークですね、.NET Core と言われるフレームワークの方に移行していく必要があります。じゃあ、.NET Core のどのバージョンに移行していけばよいかというところですけど、ですね、一番分かりやすいのは LTS と言われる長期サポートバージョンに移行するというやり方が一番シンプルだと思います。現状で言うと .NET Core 3.1もしくは .NET 6ですね。この2つが LTS でサポートされているものです。なので、順序よく3.1から、.NET フレームワークから .NET Core 3.1に移行する。そして .NET 6に移行するという流れになると思います。で、ここで一つ注意なのは、この .NET Core 3.1のバージョンです。今は LTS なんですが、今年の12月にサポート終了が予定されています。なので、今の段階からですね、移行するとして3.1に上げたとしても、いずれですね、早いうちには .NET 6への移行も計画立てていかないといけないので、もうこのタイミングから .NET 6への移行を見据えていくといいと思います。そしてこの .NET フレームワークと .NET Core、当然フレームワークの種類としては別々のものになりますので、それぞれで作れるアプリケーションの形も違います。最近 .NET Core はですね、広く作成できるアプリケーションの幅が広がってきていて、.NET フレームワークの頃とそんなに差はなくなってきていますが、やはり大きくものが違うものもあります。このセッションでは、Web アプリケーションをフォーカスしていますので、ちょっとそこだけに話しますと、ASP.NET と ASP.NET Core の違い、今ここ青くした部分ですけど、やはりこの Web フォームズがなくなって、それが .NET Core で、ASP.NET Core で実装できないというのを、結構これが大変なんだというですね、おっしゃる方も多く、私も話を聞きます。で、現状では、じゃあ Web フォームズの移行先に何がいいかっていうと、ブレイザーを使おうって言われてるんですけど、これ全然、実装の方法とかですね、仕組みとか全く別物なので、じゃあすんなりコード移行できるかっていうと、そうはないかなと思います。ここには載せてませんが、あとはレーザーページという方式を使ったり、あとはWeb API だけ実装して SPA の形にするなど、いくつか方法はあると思いますけど、まずこのアプリケーションの構成が全く変わるよというところが、まずしっかり把握しておくといいと思います。私がですね、皆様、今日参加されている皆さんに一つお勧めしたいブログをご紹介します。これですね、マイクロソフトの .NET チームが公開しているブログ、右下にちょっとリンク、タイトルありますが、マイクロソフトグラフスジャーニーという .NET 6という記事になります。これですね、マイクロソフトグラフって言われるプラットフォームですね。これが最近 .NET 6にモダナイズされたと。今その流れであったり、気をつけるポイントとか、実際にこういうふうにやったよとかいうのが書いてある記事なんで、ぜひこれですね、ご覧いただければと思うんですけど、これがとてもわかりやすいです。この記事では、3つのステップに分けて、まずこの移行をやっていくという流れ。でまずステージ1が黄色いところですね。現状 ASP.NET、.NET フレームワークで動いてますよというところからスタートして、どこからまず変更していくか、移行していくかというと、真ん中ステージ2の青い部分になります。UI のレイヤー以外の部分をまず .NET スタンダードに移行します。例えば、データベースを管理するモデルクラスであったり、共通メソッドのようなですね、ユーティリティとか、あと MVC のコントローラーなど、まずここを .NET スタンダードに変えます。すると何がいいかっていうと、UI の部分ですね、ASP.NET でもそのバイナリ参照できますし、ASP.NET Core でも参照できるというですね、方式が取れます。そういうふうにしといて、徐々に UI レイヤーを ASP.NET Core に変えていく。
そして最終的に UI レイヤーがすべて ASP.NET Core になった段階で、.NET スタンダードだった部分を .NET Core にすると。この流れでやりましょう、やりましたという記事になります。これすごくわかりやすかったんで、ぜひご覧いただければと思います。でそういったこの移行の作業を支援するためのツールというのもいくつか .NET チームとして、公開しています。代表的なもの2つです。1つ目、.NET Portability Analyzer というツールです。これはアプリケーションが使っているライブラリがですね、.NET のどのプラットフォーム、どのバージョンに移行可能かというものを解析するためのツールになっています。ただし、これ一つ注意点として、.NET 6には対応していません。非対応ですので、じゃあ .NET 6に移行できるライブラリなのかどうかを調べたいときは、自分で解析する必要があります。そして2つ目、.NET アップグレードアシスタントというツールです。これは実際にその新しい .NET に移行するときに、どういった作業をすればよいかというですね、タスクの可視化を行ってくれますし、一部ですね、機械的にコードの変換を行ってくれます。これは .NET 6まで対応しているので、そこまで移行すると、その際に使うことができます。ただし、どちらもですね、このツールが移行を支援してくれるのは、あくまでプロジェクト構成、CS プロジェのファイルであったり、ライブラリをケアすると、そういった範囲にとどまっています。なので、アプリケーションのですね、コアとなるビジネスロジックであったり、UI の部分ですね、これやはり手作業での移行が必要となります。で中にはですね、やはり移行そのもの、.NET フレームワークから移行することが難しいケースというのもあります。これもですね、これまでのセッションとかですね、過去のですね、.NET コンフなどでも、いろいろ発表がありましたけど、例えばアプリケーションドメインとかリモーティング WF なんか難しいですよっていうのは、よく皆さんもご存知かもしれません。で加えて、私がこの移行が難しい部類に入るものとして、ここ赤くしているですね、.NET スタンダードや .NET Core に移行できないライブラリを使っているアプリケーション。これもですね、じゃあどうやってやろうかっていうことを考えないといけない。で例えば、自社製の共有ライブラリを使っている場合ですね、これ特に、エンタープライズ企業だったりですね、歴史の長いシステムだったり、そういった時によく使われていると思います。であとはサードパーティー製の、優勝のですね、ツールとかライブラリとかです。この点のもので多いのは、例えばドライバー類ですね。であったり、長表系のライブラリ、PTF とかですね、実際のドキュメントのライブラリ、あとは UI コンポーネントなどですね、こういったもの結構、自分たちで作っているとか、外部から購入しているとかあると思います。で、それが移行できないものに該当した場合どうしようかということで、このアクションプラン考える必要があります。で大きく3つあるかなと思ってて、1つはこの代用できるツールやライブラリがないかということを検討する。それがない場合、じゃあ自分たちで同じような機能を実装しようということになるか、もしくはもう、実際、自分たち実装するにしてもコストとかの兼ね合いでですね、難しかった場合、もうその機能そのものをやめてしまうという判断も当然選択肢の一つとして入ってきます。こういうですね、まずどうやって移行できるかということを考える必要があります。で、これに合わせて、そのアプリで使うデータストアの戦略、これもクラウドに合わせた戦略を考えていく必要があります。クラウドで実行する Web アプリケーションの場合、やはりクラウドの特性、強みを最大限享受していくためには、スケーラブルな構成を保つことが大事だと考えています。これが Well Architected Framework でいうパフォーマンスエフィシエンシーという章が該当します。実際このフレームワーク含めたアプリケーションモダナイズのところの設計と合わせて、どうやったらスケーラブルな構成にできるか、どういうデータストア、どういったデータ構成にすればいいかっていうのも並行して考えていくといいと思います。マイクロソフト Azure には、様々なデータストアというですね、それに分類されるサービスが、数多く提供されています。ここに挙げたのも一部なんですけど、じゃあその中からどういうものを採用していくかっていうものは、やはり検証したり検討したりする必要があります。例えばストレージとかですね、リレーショナルデータベース、NoSQL、こういったものは定番なので、皆さんもですね、それぞれサービスの特性もご存知かもしれないですし、使い方、使いどころもよくご存知かもしれません。
それ以外にもデータストアとしてですね、私はデータストアでくくってるんですけど、右2つですね、安全に扱いたいデータであったり、ログやテレメトリに関しても、Azure のデータサービスを使うと。で特に右から2番目のこの鍵のマークのですね、部分ですけど、安全に扱いたいデータっていう、この部分はやはりコードも含めてアップデートする必要があります。このアイコンは Azure キーボルトというアイコン、サービスのアイコンです。このキーボルトというサービスは、重要な情報を安全かつ一元的に管理をするための仕組みという、そんなサービスになっています。じゃあ、重要な情報、何かというと、例えばデータベースの接続文字列であったり、システムのマスターパスワード、あとは他のクラウドリソースや外部のウェブサービス、そういったところにアクセスする際に使うキーであったり、証明書。こういったものをですね、安全に取り扱うべきものです。これ一括りにシークレットと言ったりしますが、こういうのを安全に管理する仕組みがキーボルトにあると。じゃあどういう仕組みかというと、ここでですね、Azure Active Directory のいろんなですね、仕組みが入ってきます。このキーボルトそのものにですね、対してデータアクセス、書き込みしたり読み取りしたりする際にも、キーボルトに対する認証が必要となります。でこの認証、例えばユーザーがポータルなどでですね、実際にキーボルトを操作する際に、まず Azure AD 認証が必要となります。さらにその上に、各ユーザーに対してどういった操作を許可するかというアクセスポリシーの設定も必要となります。人によってはフルアクセスできる読み取りまでですね、アクセスできるのはシークレットというものだけ、そういった制御を行うことができます。これはユーザーだけでなく、アプリケーションにも該当して、アプリをデプロイしている、ホストしているサービス、アップサービスとかファンクションとか、これもマネージドアイデンティティという仕組みの中で同じようにポリシーを制御することができます。そして最後に開発プロセスの部分になります。皆さんも様々なツール、特に .NET でいうと Visual Studio を使って開発を行われている方が多いと思いますが、開発ツールだけではなく、様々な特に CI とかですね、CI/CD の部分を含めた環境をアップデートしましょう。やはり定番のですね、GitHub であったり、Azure DevOps、これらを使って、特に CI/CD ですね、コードを書いてからクラウド環境にデプロイするまで、この流れを自動化していくというところが大事です。ここでは GitHub を例に挙げています。プルリクエストだったり GitHub Actions を使うと。でそこで Azure 環境にデプロイする。ここまでよくされているかと思いますが、実際デプロイした後のアプリケーションに対するテレメトリーですね。そこで何か問題が起きたとか、課題が見つかった場合、一周に起こして、またそれに対して開発者が開発していくと。こういったサイクルが、どんどんですね、早いサイクルでできていけるような環境を作るというものがとても大事だと思います。ここでこういった流れのプロセスの中でですね、レビューというポイントもたくさん出てくると思います。特にプルリクエストですね。で、これもやはり対クラウドって考えたら、クラウド用のレビュー項目も様々あると思います。例えば、スケーラビリティが考慮できているかとか、引きの要件がどうカバーできているかとか、あとはクラウドの SDK や API が使われているか、で先ほど言ったようなシークレットが適切に扱えているか、こういったものですね、クラウドならではの項目かもしれません。で、こうやってですね、レビューをする方、コードレビューだけでないと思います。仕様の含めたレビューとかも、こういった観点でレビューしていくことが大事になってくると思います。で、最後にこれは、実際この CI/CD のおさらいもですけど、このパイプラインですね、CI/CD のパイプラインをどういう構成でやっていくかですね。これはやっぱり、ある程度基本の形があると思いますので、しっかり押さえていくといいと思います。やはりまずですね、どういったタイミングで CI/CD をスタートしていくかというトリガーですね。例えばコードがプッシュされたときとか、プルリクエストが作られたときとかですね。そして、この後その後コードのビルドをやっていくために必要な環境の構成、2番目ですね。GitHub、Azure DevOps、どちらもですけど、エージェントと言われるビルド環境ですね、を作ると。そして実際にビルドをしていく。.NET Core の場合、.NET CLI というものが提供されています。このコマンドラインで様々いろんなことができます。ビルドのタイミングで言うと、リストアしたり、ビルドしたり、テストしたり、パブリッシュしたりですね。ここでベンチマーク取ったりする人もいるかもしれません。そこでこれら通過したものを最終的にデプロイするために、アーティファクトと言われるところを経由してデプロイすると。こういった流れでパイプラインをやっていく必要があります。はい。
以上で、本セッションの内容は以上となりますが、こういったですね、ドットネットのですね、ものも含めたアップモダナイゼーションですね、様々戦略立ててやっていただければいい